皆さん、こんにちは。小松です。今回から、アッセンブルヒロインズという半完成品フィギュアを組み立ててみたいと思います。届いた箱は普通の完成品フィギュアっぽいんですが、間違えたか？いざ開封の儀。なかなか独特な梱包でパーツが収められています。パーツは彩色済み、というか生地色ですね。パーツ単位で色分けがされていますが、水着のパーツなどは自分で塗る必要があるようです。パーティングラインは少し気になるところはありますが、割と綺麗に処理されています。顔は組んだ状態で保護フィルムに巻かれた状態で包装されていました。個人的にはここも別パーツ化してくれた方がリペイントは楽だったな。ではとりあえず組んでみたいと思います。瓦礫と違って軸打ちをしなくていいのはありがたい。特に問題なくサクサク組めます。このアッセンブルヒロインズ、知らなかったんですが、結構いろいろキット出てますね。早速、アルトリアペンドラゴンも予約しちゃいました。リペイントは初めてなので、うまくいかなかったら部屋に飾っておきます。水着フィギュアだからというのもありますが、パーツが少ないのですぐに組めてしまいますね。タボもかなり深いので、軸打ちなしできっちりホールドしてくれます。顔パーツは、すでに接着された1パーツものなので、差し込むだけで完成。台座に差し込めば完成です。さて、早速リペイントをしていきます。水着パーツに一部歪みがあったので鍋にします。頭部パーツは前髪は差し込んであるだけでしたが、後ろ髪が取れないので、熱をかけたら取れんかと試してみました。熱をかけるとかなり柔らかくなります。ただ、それでもなかなか外すのに苦労しました。途中まで多色成形じゃないかと疑うレベルでしたが、外してみると接着剤でくっついていたので、熱に強い接着剤なのだと思います。ちょっと、溶剤系は樹脂が溶けても嫌だし無理やり引っこ抜きました。もうちょっと簡単に外す方法ないかな。教えてエロイスト。顔は無理やり引っこ抜きましたが、髪の毛と顔を接着している部品はまだ外れません。ヒートガンで温めて取れないか試します。やっぱダメなんだよな。スパチュラで無理やり引っこ抜きます。もうちょっと簡単に外す方法ないかな。教えてエロい人。やっと顔と髪の毛が分離できたので、印刷されている目や眉毛などを除去します。これはラッカーシンナーですぐに取れました。すまんな。小松はアイペイントがしたいんでな。君をこんなことに巻き込んでしまって本当にすまないと思っている。口の中も同様に色を落とします。顔の印刷をすべて除去しました。ああ、のっぺりのっぺり。パーティングラインは割とわからないレベルで処理されているのですが、多少荒かったり残っていたりするので、再度やすりかけを行って表面をきれいにします。いつも使っているペンサンダーですが、今回はスピードコントローラーを使ってみました。いつも爆音、拍振動で手が疲れる、削れすぎるということがあったので、スピードを落とすことで、音も振動も抑えられて使いやすくなりました。レジンと違い、少し削れにくい感じはしますが、まあまあ削れるので、表面処理が甘いところを中心にやすりかけを行います。これは樹脂を削っているだけですからね。
決してよこしまなことはしていないことをここに宣言します。ほら、ビーチクトかな。水着のフリルなどは、やはり表面処理がしきれていないようで、パーティングラインが残っていたので、ペコラ貝で作ったヤスリ、棒を使って表面処理を行います。エッチングの余白部分などの薄いステンレス板を短冊にカット、両面テープで紙ヤスリやスポンジヤスリを貼り付けてアートナイフに差し込んだものです。曲面は先端が尖っている丸棒ヤスリでバリやパートラインを削り落とします。髪の毛は分割の際に熱をかけすぎたためか、もともとかわかりませんが、ちょっと表面がメラメラになってしまっているので、面を平滑にするようにヤスリかけを行います。ガレージキットのウレタンレジンとは違い、少し柔らかい感じなので、少しヤスリが消しにくい材質なんですが、細い髪の毛のヤスリかけの際、折れずに曲がってくれるのは少し利点ですね。レジンキットだと、ちょいちょいヤスリがけ中に折ってしまい、その度に真鍮棒で補強しつつ補修していますからね。小松の作るフィギュアは、髪の毛に真鍮棒が大体数本入っています。髪の毛のモールドは、先ほどの先端に耐水ペーパーを貼り付け、できるだけ厚みを減らしてヤスリかけを行います。第1弾のヤスリかけ完了。サフを吹いて表面を確認します。まあ、私のザル表面処理で一発 OK などなるはずもなく、ラッカーパテで傷やへこみなどを修正します。果たして、このラッカーパテ、ちゃんと食いついてくれるかなという疑問がありましたが、プラやレジンとそれほど食いつきに違いはないようです。へこみや傷の処理の他に、髪の毛パーツの接合部にもパテ埋め、ヤスリかけを行い、溝を埋めておきました。髪の毛のモールド処理がいまいちだったので、ゴムと石ビットを加工したものを使って再度ヤスリがけを行います。個人的には、やっぱ、髪の毛処理は、これが一番うまくいく気がします。髪の毛モールドに合う細さに加工するのが面倒なので、誰かやってくれんかな。髪の毛が終わったら、次は、顔と首部分が分離されているので、剥ぎ合わし、接合ラインをパテで処理します。フィニッシャーズのパテは、色が強すぎて下地が透けて見えてしまうので、タルクと瞬着硬化パテを混ぜ合わせたものを塗って隙間埋めを行います。以前はアルテコの粉を使っていましたが、なくなってしまい困っていたところ、タルクという粉末で代用できるとのこと。使ってみると、ほぼ使用感は変わらず、非常に安いのでいいですぞ。パテが硬化したらヤスリかけをして、接合部が目立たないようにします。肌を塗装します。今回は生地色が肌色で、これ以上塗り重ねると、フレツの色白肌にならないので、一度、ガイアのウルティメットホワイトで、下地を白にします。直接ラッカーを塗装すると剥げるのではと心配だったので、プライマーはあらかじめ吹いておきました。以降マスキングをしても剥がれはなかったので、多分正解。少し生地の肌色を残しつつ、白塗装を施したら、クリアオレンジでシャドウ拭きを行います。上から肌色を塗るので、少し強めにシャドウを吹いていきます。回転台と万力を組み合わせて、細吹き用の台にしていますが、ちょっと使いづらいので、カメラの雲台とかを改造してできないか検討中。特に、瓦礫パーツなどは固定が難しいので悩みどころなんですが、デッサン用の手の模型とかに厚手のゴム手袋とかつけて保持させたりできないかな。自動で動いてくれるとなお良しですが、そこまで行くともう産業用ロボットなんだよな。さすがに、マンションの片隅で、
産業用ロボットに頭を吹っ飛ばされるのは勘弁なので、サーボモーターで多軸制御できる塗装台とか考えてみたいですね。小松は乾電池にマブチモーターをつないで回すくらいの知識しかないのでちょっとかかりそうですが、シャドウ吹きが終わったら肌色を塗装します。少し私の朝食した肌塗料は白が強めなのですが、クレツは肌が白いのでちょうどいいですかね。肌塗装完了です。次回はアイペイントとその他パーツを塗装してクレツ本体を完成させるところまで行きたいと思います。では今回はここまで。高評価、チャンネル登録をしていただけると小松は死ぬほど喜びます。ご視聴いただきありがとうございました。